長男嫁は私をぎろりと睨みつけ、こう言い放った。わざわざ私たちが来てあげたのに、こんな貧乏くさい手料理を食べさせられるなんて信じられないわ。普通は長男夫婦が帰省するってなったら、もっと高級で華やかな料理でもてなすものでしょう。私が呆然と立ち尽くしていると、長男も嫁に賛同し、私を責め始めた。そうだよな。俺もまさかこんな貧相な食事が出てくるなんて思ってもみなかったよ。せっかく休日を潰してきてやったのに、これじゃあ台無しじゃないか。そんな。彼らの喜ぶ顔が見たくて一生懸命準備したのに、すべてを否定された気がして、私は心の底から悲しくなった。私は佳代子、56歳。結婚36年目の専業主婦だ。2つ年上の夫、悟と、都内近郊にある一軒家で2人で暮らしていた。夫とは学生の時から交際していて、私が短大を卒業した後、入籍した。自他共に認める愛妻家の夫は、私のことを本当に大切にしてくれていて、それは子供が生まれてからも変わらなかった。時には子供たちが顔をあからめながら冷やかすくらい、私たちは仲睦まじく年を重ねてきた。ある休日の午後、私は長女のまなみと一緒にキッチンに立ち、たわいもない話をしながらお菓子作りをしていた。今年35歳になるまなみは、大手の商社に勤めるキャリアウーマンで、毎日仕事をバリバリとこなしているようだ。今は会社の近くのマンションで一人暮らしをしているが、週末になると実家に帰省していた。まなみは数年前からお菓子作りにはまっているようで、様々なレシピを見つけては試行錯誤しながら技術を磨いていたのだ。始めたばかりの頃は見た目もいびつでお世辞にも上手とは言い難かったが、今では自作とは思えないほど見事な出来栄えで、私も夫も大いに感心していた。この日作っていたのはアップルパイだ。父の日だったので、夫の大好物であるアップルパイを作り、プレゼントしたいと考えていたのだ。まなみは父親に喜んでもらおうと、1ヶ月前から懸命に練習していた。完成したアップルパイをオーブンから取り出すと、シナモンの甘くエキソジックな香りがキッチンいっぱいに広がった。アップルパイはちょうどいい焼き加減でとても美味しそうだ。私は思わず感嘆の声を上げた。わあ、大成功ね。とっても美味しそうだわ。まなみも嬉しそうにうなずいた。その後、まなみはきれいにお皿に盛り付け、リビングでくつろいでいた夫へ声をかけた。感謝の言葉を口にしながら自作のアップルパイを手渡す娘に、父親である夫は嬉しそうに涙ぐみながら娘の手作りアップルパイを頬張っていた。まなみ、本当にありがとう。父さんは嬉しいよ。さあ、2人とも座ってみんなで一緒に食べよう。私と娘も席に着き、アップルパイに舌包みを打ちながら、和やかに談笑していると、不意に玄関のチャイムが鳴った。はーい。私が玄関のドアを開けると、そこには長男の裕二が立っていた。長男の裕二は、まなみの5つ下の弟で、大学を卒業した後に地元の企業に就職し、実家から歩いて10分ほどの場所にあるアパートで一人暮らしをしていた。裕二はとても忙しいようで、実家を出てから数年経つが、ほとんど顔を見せることはなかった。
母さん、久しぶり。早速だけど、母さんと父さんに紹介したい人がいるんだ。ユージの隣には、露出の多い派手な格好をした20代前半くらいの若い女性が立っていた。彼女は私と目が合うと、気だるそうにペコリと会釈をした。何の連絡もなしに突然やってきたユージや、不愛想な彼女に対して、私は内心快く思えなかったが、せっかく来てくれたので、無限にもできず、二人をリビングに招いた。彼女はリビングに入ると、ソファーに座っていた夫を見据え、こう言い放った。おじさん、そこどいてくれる？あんたがそこにいたら、私が座れないじゃない。え？ああ、わかったよ。夫が立ち上がると、彼女はどっかりとソファーに腰を下ろした。突然やってきた彼女の行動に私たちは驚いてあっけに取られていたが、ユージは彼女の隣に座るとお構いなしに話を切り出した。みんな久しぶり。姉ちゃんも来ていたんだな。今日は俺の奥さんを紹介したくて帰ってきたんだ。彼女エリナって言うんだけど、俺たち先月の彼女の誕生日に入籍したんだ。ユージはヘラヘラと語っていたが、私は内心呆れ返っていた。夫も眉間にシワを寄せ、険しい表情をしていた。ユージ、彼女がいたんだ。そんなこと一言も言わないからびっくりしたわ。っていうか、普通は入籍をする前にお互いの家族に挨拶するものじゃないの？まなみが冷静な口ぶりでユージに尋ねたが、彼から返ってきた返答は私たちをさらに呆れさせる言葉だった。エリナの両親には挨拶してるよ。あ、そういえば、エリナの両親が父さんや母さんにも会いたがっていたな。3ヶ月後に結婚式を挙げるから、その時でも別にいいか。それじゃ、そういうことだから、これからもよろしくな。ユージは満面の笑みを浮かべながら、そう告げると、早々にエリナさんを連れて帰っていった。先ほどまで我が家のリビングはシナモンの幸せな香りで満たされていたのに、今ではエリナさんのきつい香水の匂いが充満していた。私は換気のために窓を開けると、思わずため息を漏らした。それは夫も同じだったようで、私たちは顔を見合わせながら苦笑いをしてしまった。3ヶ月後、ユージとエリナさんの結婚式は無事に執り行われ、もともとユージが一人暮らしをしていたアパートで2人で生活をするようになった。内心思うところはあったものの、息子が選んだ人だからと考え、私たちはエリナさんをユージのお嫁さんとして受け入れることにした。結婚式を挙げて数日経った頃から、エリナさんは些細なことで私を呼び出すようになった。ある日、私が家事をこなしていると、家の電話が鳴った。私が受話器を取ると、電話の向こうから、エリナさんの気だるそうな声が聞こえてきた。もしもし？洗濯物が溜まってるんだけど、洗剤を切らしちゃって困ってるの。あと、そろそろお米がなくなりそうだから、一緒に買ってきてよ。買い物なら自分で行ったら？私が呆れながら言うと、エリナさんは大げさにため息を漏らし、反論した。こっちは朝から具合が悪くて参っているのに、ひどいこと言うのね。いいからさっさと買ってきなさいよ。体調不良だと言われたら、私も強く言えず、彼女の言う通り、洗剤とお米を購入し、息子夫婦が暮らすアパートに持って行った。
玄関のチャイムを鳴らすと、エリナさんは頭痛がつらいのか、こめかみのあたりを押さえながら玄関のドアを開けた。エリナさんからはアルコールの匂いが漂っていて、私は彼女の体調不良の原因がただの二日酔いであると瞬時に悟った。顔色も悪く、しんどそうな表情をしていたが、私は呆れて言葉も出なかった。エリナさんは私から無言でお米と洗剤を受け取ると、お礼も言わずに玄関のドアを乱暴に閉めてしまった。私は彼女の振る舞いに苛立ちを覚えながら帰宅した。エリナさんは私を都合よく使える無料の使用人か何かだと思っているようだ。買い物だけでなく、部屋の掃除や都心にある美容サロンへの送迎など、ありとあらゆる雑用を言いつけてきた。もちろん、私がそんな扱いをされる筋合いは全くないので、ほとんど断っていたが、ほぼ毎日のように鳴り響く家の電話に、私はいい加減辟易していた。ある日、珍しくユージから電話がかかってきた。今度の連休にエリナさんと一緒に帰省をしたいと言ってきたのだ。エリナさんのことは少し気がかりだったが、私は承諾し、長男夫婦のために準備を進めた。そして迎えた連休の初日、私は朝から大張り切りでキッチンに立っていた。まなみも懸命に手伝ってくれて、テーブルの上には和食が好きなユージの大好物ばかりが並んでいた。今日のメニューは金目鯛の煮付けにお刺身の盛り合わせ、自家製のぬか漬けや旬の野菜の煮物、ハマグリのお吸い物だ。きっとユージもエリナさんも喜んでくれるだろう。私はワクワクしながら準備を整え、長男夫婦を待った。しばらくすると来客を告げるチャイムが鳴ったので、私は流行る気持ちを抑えながら対応した。二人をダイニングに招き入れると、エリナさんは驚いたような表情を浮かべて、こう言った。嘘でしょ？何よこれ。夫はニコニコと微笑みながら答えた。すごいごちそうだろ？かよこが朝から張り切って用意したんだよ。まなみも手伝ってくれてね。さあ、早く座って。せっかくのごちそうなんだ。冷めないうちにいただこうじゃないか。すると、エリナさんは私をぎろりと睨みつけ、こう言い放った。わざわざ私たちが来てあげたのに、こんな貧乏くさい手料理を食べさせるなんて信じられないわ。私はもっと華やかな洋食が好きなの。普通は長男夫婦が帰省するってなったら、和牛ステーキとかアクアパッツァとか、もっと高級で華やかな料理でもてなすものでしょ？私が呆然と立ち尽くしていると、ユージもエリナさんに賛同し、私を責め始めた。そうだよな。俺もまさかこんな貧相な食事が出てくるなんて思ってもみなかったよ。エリナ、非常識な親でごめんな。母さん、もっとエリナの気持ちを考えてくれよ。せっかく休日を潰してきてやったのに、これじゃあ台無しじゃないか。そんな。私は二人の言葉にショックを受けた。彼らが喜ぶ顔を見たくて一生懸命作ったのに、すべてを否定された気がして、私は心の底から悲しくなった。すると突然、夫が長男夫婦を指さしながら大きな声で笑い始めた。シーンと静まり返ったリビングでは、夫の笑い声だけが響いていて、その異様な光景に私は訳もわからず、呆然と立ち尽くしていた。ふと、まなみを見やると、
怪げそうな表情で父親を見つめていたので、私がどうしたものかと思案していると、笑っていた夫が急に表情を変え、真顔でユージとエリナさんを見据えて、静かにこう告げた。ふざけるな。ユージ、お前が帰省したいと言ったから、佳代子はお前たちのためにごちそうを作ってくれたんじゃないか。テーブルの上にある料理はお前の好物ばかりだろ。まなみもお前たちのためにフルーツタルトを手作りしてくれたんだぞ。佳代子は数日前からお前たちを喜ばせたくて懸命にメニューを考えていたんだ。それなのに来てやっただの貧相だの好き勝手なことを抜かしやがって。今後お前たちにうちの敷居はまたがせない。これは最後の晩餐だ。食べたいものがあるなら出前でも取ればいい。ただし支払いは自分たちでするんだ。俺は1円たりとも出さないからな。夫がきっぱりと宣言をすると、エリナさんは激高した様子で反論した。はあ？どうして私たちがお金を払わなくちゃいけないのよ。そんなんだったらわざわざここに来た意味がないじゃない。せっかく来てあげたんだから、きちんと私たちをもてなしなさいよ。私はこれまでのやりとりを見ていて、悲しみを通り越して怒りが湧いていた。エリナさんは鬼の形相でこちらを威嚇するように睨みつけていたが、私は努めて冷静に彼女に向かってある提案をすることにした。エリナさん、あなたのご期待に添えなくて申し訳なかったわ。食べたいメニューが決まっているなら教えてくれる？塩らしく尋ねる私の態度に気をよくしたのか、彼女は微笑みながら答えた。そうね。和牛ステーキとサーモンのカルパッチョが食べたいわ。私はエリナさんの返答を聞くと、すかさず彼女ににじり寄り、有無を言わさぬ表情でこう言い放った。それなら材料はすべてうちにあるからあなたにお任せするわ。調理器具とかうちにあるものは好きなように使ってくれて構わないから。もちろん片付けは私がやるし、エリナさんはただ好きなように料理を作ればいいのよ。私が作る貧乏臭い手料理じゃ不満なんでしょ？ぜひお手本を見せてほしいわ。ま。私は困惑しているエリナさんをキッチンに案内し、じっと彼女を見つめた。まなみも私の隣に立ち、挑発するような視線をエリナさんに向け、こう言った。あれだけ偉そうなことを言っていたのに、もしかして料理ができないの？すると彼女は顔を真っ赤にして否定した。バカにしないでよ。そんなことあるわけないじゃない。料理くらい楽勝よ。そう、ならよかったわ。それじゃ楽しみにしてるわね。私が笑顔でそう告げると、エリナさんは冷凍庫から和牛のステーキ肉を取り出し、凍ったままの状態で何の味付けもせず、魚焼きグリルに突っ込み焼き始めた。エリナ、大丈夫？今集中しているんだから話しかけてこないで。心配そうな顔をしたユージがキッチンにやってきてエリナさんに話しかけたが、彼女はイライラした様子で返答していた。そして今度は加熱用の銀鮭を冷蔵庫から取り出すと、ぎこちない手つきでぶつ切りにし始めた。私やまなみは何も言わずにエリナさんを見つめていたが、ユージは黙っていられなかったようで再度口を挟んだ。今は何を作っているのかな？エリナさんは苛立った様子で
眉間にシワを寄せながら答えた。さっき言ったじゃない。サーモンのカルパッチョよ。もううるさいわね。黙っててよ。ってことは、それを生で食べるつもりなの？加熱用って書いてあったけど大丈夫？それに、コンロのグリルからすごい煙が出てるけど。ユージが遠慮がちに言うと、エリナさんは焦った様子でコンロの火を止めた。恐る恐る取り出してみると、炭のように真っ黒な塊があった。どう見ても食べられるようには見えない。気まずい空気が流れたが、エリナさんは火を取り直したように、今度は冷蔵庫から鶏もも肉を取り出した。そして水道の蛇口をひねり、ジャブジャブと鶏もも肉を水洗いし始めたのだった。私とまなみは呆れた様子で顔を見合わせていた。エリナさんは必死の形相で鶏もも肉を洗っている。ユージは時折チラチラとエリナさんの様子を伺いながら黙って下を向いていた。私たちの様子が尺に触ったのか、エリナさんはこちらを威嚇するようにわめき出した。何よ。何か文句があるなら言いなさいよ。すると、まなみが呆れた口調でこう言った。エリナさん、カンピロバクターって聞いたことない？食中毒の原因菌の一つなんだけど、鶏肉を水洗いすると、それが周りに飛び散ってしまうから危険なのよ。一時期ニュースにもなっていたし、普段から料理をしている人なら、鶏肉を水洗いしちゃいけないことくらい分かっているはずなんだけど。すると、エリナさんは手にしていた鶏もも肉をシンクに叩きつけると、地団駄を踏みながら大声で怒鳴り散らした。もうやってらんないわよ。私はお客様としてここに来たのに、どうして私が料理をしなくちゃいけないの？嫁いびりも大概にしなさいよ。はあ？何が嫁いびりよ。あんたがお母さんの手料理をバカにするからこんなことになったんでしょ？初めて会った時からおかしな人だと思っていたけど、ここまで自分勝手な人が存在しているなんて信じられないわ。まなみが負けじと言い返すと、ユージがエリナさんをかばうように反論してきた。いい加減にしろよ。こんな風にエリナのことをいじめるなんておかしいだろ。家族が嫁いびりをしていたなんて俺は悲しいよ。あんたの方こそいい加減にしなさいよ。まなみが強い口調で語り出したが、私は娘を目で制し、ユージとエリナさんをじっと見据え、こう告げた。どうやらあなたたちには何を言っても無駄なようね。だからさっき主人が言った通り縁を切らせてもらうわ。もう二度と関わってこないでね。ちょっと待てよ。悪いのはエリナだけで、俺は関係ないよな。ユージは私が本気で怒っていると悟ったようで、焦ったように尋ねてきたが、私はバッサリと切り捨てた。関係あるわよ。ユージ、エリナさんが私たちに対して非常識な行動をしているのに、いさめもせず調子に乗らせたのは他ならぬあなたでしょ。私はあなたにも失望しているのよ。でも、俺は悪いことなんて何もしていないのに、なんで縁を切られなくちゃいけないんだよ。どうしてもって言うなら、エリナだけ絶縁すればいいだろ。ユージが納得いかない様子でこう主張していると、エリナさんは大きな声を張り上げた。ちょっと、私に全部なすりつけて自分だけ助かろうとしないでよ。地球上のすべての生き物を敵に回しても私の味方になって守ってくれるって言ってたじゃない。エリナのせいで
俺まで家族から絶縁されそうになっているんだぞ。勘弁してくれよ。ユージとエリナさんはギャーギャーと夫婦喧嘩をし始めたが、憤怒の表情を浮かべた夫が、いい加減にしろ。夫婦喧嘩なら自分たちの家に帰ってからにしなさい。とにかく、お前たち2人は絶縁だ。二度とうちの敷居をまたぐことは許さない。と宣言すると2人は、ちきしょう、何なんだよ。わけわかんねえ。あんたたちなんか大っ嫌い。頼まれたって来てあげないから。などと捨て台詞を吐いて、すごすごと退散していった。その後、この騒動がきっかけで、ユージとエリナさんはお互いにいがみ合うようになった。頻繁に激しい夫婦喧嘩をしていて、先日は近隣の住民から通報されたようで大騒ぎになっていた。結局離婚をして別々の道を歩むことになったらしい。ユージはしれっと我が家に戻ってこようとしたが、私たちはそれを許さず、決して家の敷居はまたがせなかった。エリナさんもユージと別れた後は実家に頼ろうとしたが、彼女の悪評は実家の方にまで知れ渡っていて、ご両親から頼むから帰ってこないでくれと拒否されたそうだ。これから2人はそれぞれ一人ぼっちで毎日孤独を感じながら生きていくのだろう。私と夫は今までと変わらず仲良く暮らしていた。週末にはまなみも帰省していて、3人でたわいもない話をしながら穏やかに過ごしていた。私はこの幸せな時間が末長く続くことを切に願った。